はいどうも。今回も VR の続きで前回不具合のあったコントローラーを修理していきます。海外に注文したタクスイッチが3回も消える罠があり、かなり期間が空きましたがやっていきます。ってことでまずは分解。グリップカブのネジはビットが短いと届かない。しかし持っているビットはこれしかないので、ギリギリはまりそうなマイナスドライバーを用意。ヤスリで削って無理やりネジ穴にはまるようにします。無理やり仕様のマイナスドライバーを使ってある程度緩めてビットが届くようになったら交換してさらに緩めます。無理やり仕様のマイナスドライバーで全て分解できないことはないかもしれませんが、ネジ穴が潰れる可能性があるのでお勧めはしません。上部のカバーをヘル的なもので端からこじって外していきます。突っ込みすぎるとケーブルやセンサーが壊れるので注意。カブのカバーの外し方にはコツがあります。カバーの根元部分を内側に力技で曲げながら外します。しっかり押さえないと簡単に爪が折れるので注意。動画外で1箇所消えてしまいました。押さえながら先端部分を少しだけ開いたら横の出っ張りを下に下げると豪快に外れます。ネジ穴同士もくぼみがはまり込んでいるので外れるようにイメージすると楽かもしれません。さらにネジを外してグリップの上部分から分解していきます。グリップの内部にはケーブルがあるので豪快にいかないように注意。ケーブルを外していきます。ここまで来るとバッテリーが外しやすくなるので外しておきます。ショートには注意。さらに分解していきます。なぜかここだけプラスネジなバッテリーを外します。バッテリーは膨らみ気味ですが今回は用意してなかったので見なかったことにします。サイズが合えばスイッチのバッテリーなんかも無理やり搭載できるかもしれませんね。さらに分解していきます。分解の途中ですがこの後の注意事項です。ここまでは一度清掃したものを使っていますがこの後は清掃前のものが出てきます。バグさんが苦手な方は注意してください。ここまでがカオスだったと見えて生きているバグさんが5匹ほど生息していました。すごかった。トラックパッドでいいのか分かりますがこの部分割れてますね。反対側も怪しい。ここが終われば分解完了です。カオスなので清掃はスキップということで綺麗になりました。水の色はすごい黒かったです。あとバグさん、端子は晴天復活台で拭いておきます。中央のトラックパッドでいいのかは分かりませんが、もう片方も触ったらもげました。もげた部分を貼っていきます。他にくっついてしまわないようマスキングテープでカバーしておきます。ABS 接着剤を使用していますが別な方法の方がいいかもしれません。このまま2日間ほど放置。トラックパッド裏側のタクトスイッチが当たる部分に貼ってある弾性シートが薄くなっているとクリック感覚が鈍くなるので確認しておきます。こんな感じで薄くなっていたら元のものは剥ぎ取ったパッケージのプラスチックを丸く切ったものを貼り付けておくとクリック感覚が戻ります。
厚さで感覚が微妙に変わるので、ベストな厚さを模索するのもありかもしれません。用意できるダクトスイッチの高さによってはいらなくなることもあります。こんな感じに貼り付けておけば OK です。擦れそうな部分にシリコングリスを塗りながら組み立てていきます。スイッチ部分には一応設定復活台を入れておきます。動作に問題がなかった基板はこれで終わりです。今回の本命、タクトスイッチを交換していきますが、その前に一応交換する清掃で直せることもあるので、その方法を簡単に説明しておきます。前提症状として押しても感覚がなかったり、グラグラが大きい場合は清掃では治らないことが多いです。テスターで計測しても無反応ですね。それではスイッチ自体を分解していきます。四隅にある差し目を切り飛ばします。隙間に刃を入れてカバーを取り出し、中身を取り出します。バネの裏とスイッチ内部が汚れているので、アルコールを使って清掃しておきます。逆の順番で仮組みし、通電するか確認します。カバーを四隅を強めに押さえると動作確認できるくらいにははまります。これで通電できるようになれば、カバーを一度出し、瞬間接着剤を少しだけつけて貼れば完了です。今回はダメでしたね。プッシュ板を外した内部自体は通電できるので、プッシュ板がこんな感じに潰れてるとダメそうですね。内部部品が合うようであれば、中身だけ交換するのもありかもしれません。何はともあれ交換していきます。フラックスを塗って盛りハンダをしていきます。しかしこの基板なかなか馴染まない。まあ基板が冷えてるのでしょうがないですけどね。ハンダゴテで外そうとしましたが外れないので、保護してからヒートガンでいきます。温度が高すぎたようで外す頃にはとろけてました。清掃しておきます。1箇所にハンダを乗せてからスイッチを置いて、さらにハンダ付けをしておきます。4箇所ハンダ付けすれば完成。他の足のデータは消えていました。組み立てていきます。動画は大丈夫なスイッチのものの方なので、スイッチは変わっていません。新しいカプトンテープに交換しておきます。
さらに組み立てていきます。下部のカバーは注意しないとセンサーが破損する可能性があるので注意しながらはめます。片側をはめるともう片方がセンサーに当たるので力技で隙間を作りながらはめます。パキッと言いますが当たらなければ大丈夫。この後無理やりセンターをはめようとすると割れてしまうので内側を引き寄せるようにするとうまくはまります。さらに上部カバーを締めていきます。これで修理と清掃完了です。動作の方も問題ありませんでした。VR 関連はこれで終わりです。それではまた。